さて、バンサバとカードデッキビルダーに加え、ダンジョン構築までも行える作品が登場とのことで、このゲームは買いなのか、今回は Into the Restless Ruins の紹介を行います。こちら手持ちのカードに描かれた通路をダンジョン内に配置し、ボスまで道をつなげ、そのボスを倒すことを目標とするローグライトなハクスラゲーです。今までにない組み合わせのため、ルールはかなり独特です。まず各ターンごとに通路あるいは部屋カードを何枚か配置できます。そのカードは何でもない廊下であったり、鍛冶屋や武器庫といった通過するたびにプレイヤーを強化できるものもあります。配置し終えたら自分でダンジョンを探索します。中には敵がうじゃうじゃ絶え間なく湧き、倒すことで経験値を得て追加でカードをランダムで入手できます。ここがバンサバ部分です。そしてダンジョンには松明が消えるまでの一定時間しかとどまりません。再びスタート地点に戻る必要があります。戻ったら次のターンとなり、ターンが経過するほどプレイヤーに対しデメリットが増えます。よってなるべく少ないターンでボスに到達した方が有利になりやすいです。ただし途中訓練所などでプレイヤーを強化しないと強さが足りずにボスが倒せない可能性も増えます。程よく強化しつつボスに到達できるダンジョン作成を目指す形となります。次にこのゲームのジレンマの仕組みとして松明の明かりシステムが挙げられます。ダンジョン探索で時間が経つほど明かりの範囲が狭まり、一寸先は闇になります。これにより複雑な迷路にしてしまうと迷って帰れなくなります。その昔のドラクエのダンジョンがごとくです。記憶で覚えるにも限界があるため、対策として明かりを補充できるキャンプファイヤーの部屋か帰り道を教えてくれる妖精の部屋があります。うまくこれらをダンジョンに組み込むことが攻略の第一歩となります。また封印解除システムがあります。マップ内に霧が立ち込める箇所があり、必ずその霧のどこかに通路をつなげる必要があります。つなげた後立ち寄ることで封印が見つかることがあり、封を解くことでよりダンジョン奥へ道をつなげられます。この封印システムによりダンジョンは複雑になってしまいがちです。いかに良いカードを引き、より良い通路を作るかが肝となります。ちなみにお店の部屋も作れ、そこではカードのアップグレードが可能です。部屋のドアを増やして通路をたくさんつなげるようにできます。ここでこのゲーム、バンサバと同じような感覚で遊ぶと面白さが得難い作りになっている箇所があります。それはランダム性が多重になっているためです。敵を倒してレベルアップすると、よくあるランダムの3つの中から1つのカードを入手できますが、そのカードが必ずしも次のターンで出てくるわけではありません。カードデッキビルダーのため何が出るかランダムです。これが二重のランダム構造です。レベルを上げてもカードが次々と溜まるだけで配置したい時に出てくるかはわかりません。つまりキャラのレベルを上げてもゲーム進行が良くなるかはわかりにくい作りになってしまっています。いずれは出てきますが、思い通り出てこないと1ターン無駄に消費するという状況も発生します。これはやり込むことで新たなシステムやカードがたくさんアンロックされ、レベルアップ時にデッキを組むという行為がしやすくなるのかなとは思います。今回はこういう属性のカードを集めて構成を作ろうというものです。例えば必須となるキャンプファイヤー以外、不要なカードは消したり、リロール機能を活用します。そしてプレイヤーを成長させる訓練所カードだけをなるべく集めるとか行います。それにより各ターン訓練所カードだけが出てくるため、筋肉ムキムキのキャラを作れるダンジョンが出来上がります。ここまで来たらバン様の構成作りに近いものを得られることでしょう。その他一応もっとわかりやすい仕組みも用意されています。よくあるメリット・デメリットシステムが設けられており、そこに次の設定項目があります。できないカードが各ターンすべて手札になるが、得られるスコア 0.5 倍というものです。はじめのダンジョンクリアでアンロックできました。これを設定すれば、キャラレベルアップがダンジョン構築そのものに直結します。入手したカードが次のターンで絶対に使えるためです。ただデフォルト設定ではないため、本来は気分転換で用いるものでもあります。好みに応じて設定してみてください。といった極物ルールの Into the Restless Ruins ですが、発売日は2025年5月15日で、現在 10% 割引の1530円です。Steam では 91% に非常に好評60件と、独自の組み合わせがとても評価されています。気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。対応プラットフォームは PC のほか家庭用版各種となっております。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたのでどうぞご覧ください。
それでは始めていきましょう。Into the Restless Reigns。まずは戸籍を選択。これはロックされてますね。はじめはイオリス・デーン。さあ始まった。これがマップかな。チュートリアル。手札からカードを出してグリッド上に設置。戸籍を拡大する。カードを出すには建設ポイント。出したカードは破棄デッキに入る。カードが出せなくなったら収穫を始める。夜が始まると新しいカードが追加されるのかな。で、建設ポイントが回復すると。新しい部屋や通路にはすでに設置してある戸籍と扉を通じて接続される。つながる。回転可能。霧がかかった部屋に向けて部屋をつなげる。これは霧かな。収穫の際に立ち寄りましょう。これはカード。霧を取った方がいいという話ですか。 WSD でカメラ操作。さあ何を出すか。武器庫4ダメージ。これはダンジョン作るんだよね。ダンジョン中に武器庫があんの。廊下。これは普通の廊下。キャンプファイヤー。最大時間ってなんだこれ。曲がり角に紅葉の木立て。はじめはどれがいいんだ。適当に作ってみましょうか。まずは廊下。あ、ダメだなこれ。繋がりませんね。繋げる必要がある。あ、武器庫いけますね。設置した。プラス 5% ダメージ。建設ポイントは残り2でいいのかな。ここに一体何があるんだ。次は下に繋げる必要がある。もしくは横か。これは繋げられるけど、切りに行きませんね。これは出せないのか。スペースが足りないっぽいね。これは小さいんだな、随分。じゃあここから右に繋げましょうか。残り1ポイント。これで廊下で、ダメか。回転ができる。回転は9回。ああ、失敗したかな。逆だったかもしれない。やり直したいな。無理か。リドローってなんだ。リドローを押してみようか。リドロー。カードを選択。差し替えかな。ああ、これ、回転すらいけますね。じゃあこれでいいか。さあできたよ。これで収穫を開始。行ってみよう。作り上げた戸籍を探索する。敵への攻撃は自動的に行われる。敵は魂を落とす。封印を見つけてインタラクト。お口を開く。ステージは目標は幼獣のところに到達。倒すこと。時間制限がある。松明の光がどんどん暗くなる。脱出ポータルまで戻り収穫を終える。一度の探索で、敵とか倒してね。で、戻る必要あるんだ。ここに一回。いろいろ使えるものがありますと。さあ始まった。まず上行ってみようか。敵だ。敵は、攻撃が自動で行われてますね。確かに。こっちダメージを受けんのかな。これ武器庫という話ですか。スペース。今宵、10% ダメージ。さあ敵は確かに魂を落としてますね。私のライフとかないのか。で、霧の場所ついたけど、脱出ポータル開いた。体力どれ。体力赤いゲージかな。これ木の場所だね。これ体力回復するんだ。回復。でも現状はもう多分満タンだと思うんだけど。この黄色のゲージなんだ。なんだ。なんか得たよ。汚らしい獣どもを倒すと魂が解放される。寵愛。なんか能力得られると思いきや、新たなダンジョンか。レア、火事場。これを入手する。敵もちょっと強くなってるが、一番目がこれ、レベルアップかな。魂ポイントでのね。あ、やっぱダメージ受けますね。うまく避ける必要ある。さあ、ここには、封印を見つけた。インタラクトして、カードが入手できる。しかし、封印を解くと幼獣が大群を放ってくる。よし、封印。長押しか。長押しして、なった聖なる一撃。次の収穫で4ダメージが 500%? で、新たに道が開くんですかね。で、これなんだ。何が減少。敵はどうした。とりあえずここは戻るといいのかな。大群が接近。ここに対処する必要がある。とりあえず身をかわせばいいから。攻撃は楽ちんでいいけどね。どうした。さらに能力がレベルアップですね。訓練室。これはプレイヤーの能力が上がるでいいのかな。あ、夜大丈夫これ。すごい狭まってるけど。ここまじゃまずいんじゃないの。可能性ある。これじゃ狭まらない。あ、ライフ減ってる。減ってますね。やばいな。急いで戻ろう。ああ、どうだったレベルアップか。さらに、あんこも。妖精の泉。戦闘は確かに、バンサバチックでいいのかな。道がわかんない。道がわからなくなるというね。デメリットあんのかな。あれ戻ってきた。新しい夜が始まると、ドクロを得る。バーが満たされると、紫バー。
呪いカード。バーが完全に満たされるとゲームオーバー。希望すると上昇するんだ。封印を解くことで減少する？あれ今なのもしかして。ちょっとまだわかんないな。倒された可能性ありますね。これすごいな、これなんか。色的に。これ使っていいのこれ。使ってみた。500% ダメージ。あ、ボス戦で使った方が良かったのかなもしかして。その可能性あるね。で、また手持ちのカード。プラス先ほど入手したカード。あと残りはここに。あるのかな？うん。どんどんカード増えていくんでしょうね。次はどうするか。上に向かえばいいのかな？左に向かってみるか。とりあえず妖精の泉。これを回転する。回転して行きたいけどいけないな。ちょっと無理だね。繋げらんない。ここに置いて、とりあえず先を目指したいね。こうやって繋げられますね。まずはこっちに寄ってから上行きましょうか。よし。収穫開始。うわー。さあ、食らないように。まず武器庫。今夜。これは今夜限定のバフ。で、これが体力満タン。これ意味ないか。で、妖精の泉は長押しで、なんだ？妖精はどこに行ったよ？この妖精は何なんだ？脱出ポータルが解放された？まずは先行こう。これ壺とかあるけど、一応壊せるっぽいね。壊すことでなんか入してんのかな？これ何にしてんだ？タイルみたい。これは訓練。長押しで訓練。攻撃速度アップ。黄色いゲージが収まると夜が迫ってくるのかな？とりあえずここまでか。今回は。あ、霧がありましたね。これは鶏面取り。カードを強化できる。よし。キャンプファイヤー。これを強化してもらおうか。さあ、強化してと。効能が増すんだね。まだいけんの？このポイント使ってるんだね。さあ、無事帰れましたが。リドロー。不要なカードを捨てる。じゃあ上を目指すか。訓練室だらけだ。訓練室ゾーンを作るか。一つ目。これボスっぽいな、これよく見ると。まだ早いんじゃないか、実は。経路的には、これをぐるっと回って、上に行く形かな。さあ、ここに着きましたが、なんだ？ボスがやっぱり、でかいの出ましたね。横に行けないのか、これ。閉まってますね。よし、勝負だ。おわー！危ない。廃攻撃か？避ける系ね。一つ問題なくやれそうだね。エフェクトは、ドット絵じゃないんだね。さあ、どうなる？幼児を倒した。5日間生き残った。さあ、レベル2になりましたね。何かがアンロックされた。遊ぶほどカードが増えんのかな、種類が。看板の向きを変える。矢印か、これ。こっち行けみたいな。攻防。呪い現象。呪いを発動させずに幼児を収穫した。フルデッキドロー。デッキすべてが手札にドローされる。弓をアンロックしましたが、これはなんだ？クラバキャン？ダンジョンのことか。で、次のステージ。カントリップ。戸籍の仕組みを変える呪文？恐怖というコストがある。なんか新しい概念が出てきましたね。カントリップ？なんだこれ。異物みたいなもんか、これ。アーティファクトですね。デメリットがあるが、メリットもあんのかな？さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。